お待たせいたしております。タカでございます。はい、始まりますよ。まずは、アルトさん、一番おめでとうございます。こんばんはでございます。レオノさん、こんばんはでございます。あやかさん、こんばんはでございます。CCA さん、こんばんはでございます。レニさん、こんばんはでございます。クレハさん、こんばんはでございます。ジャックさん、こんばんはでございます。あさみさん、こんばんはでございます。ミッチーさん、こんばんはでございます。ひめみやさくらさん、こんばんはでございます。昨日ハッピーバレンタインでした。ああ、そうだったみたいですね、世間は。はい。メタルさんこんばんはでございます。チナさんこんばんはでございます。サイクスさんこんばんはでございます。ドラミさんこんばんはでございます。こちら、勝美さんでいいのかな、こんばんはでございます。ゆのはさんこんばんはでございます。ケンタッキーさんこんばんはでございます。あきねさんこんばんはでございます。YTR334S さん、こんばんはでございます。そう、こちらが未だに読み方がわからない。これはもう、イブフォーエリアンさんでいいのかな、こんばんはでございます。M さんこんばんはでございます。チョコランさんこんばんはでございます。M チンさんこんばんはでございます。仲間由さんこんばんはでございます。ゆなみさんこんばんはでございます。ファイアウトさんこんばんはでございます。ゆきさんこんばんはでございます。あれちょっと待ってください。かつみさんが2回出てきたよね。うん。じゃあ2回目のこんばんはでございます。ポカラさんこんばんはでございます。インディゴさんこんばんはでございます。おやすみなさい。配信ありがとうございます。いや、とんでもございません。お付き合いいただきましてありがとうございます。山田さんこんばんはでございます。文さんこんばんはでございます。ミサさんこんばんはでございます。チョコレートは、毎日ね、前回のツアー中にたくさんいただいたチョコレートが、ブラックサンダーとかね、ブラックサンダーとかね、あとね、ウェハースとかね、まだ残ってるので、毎日チョコレートを食べておりますよ。ちびルルピさん、こんばんはでございます。パソコン作業で格闘してたのに癒されに来てた。ああ、そうですね。私、昨日朝方までパソコン作業して、もう体バッキバキに固まって気分悪くなってましたよ。みこさんこんばんはでございます。バッシーさんでいいのかな、はじめましてこんばんはでございます。初見ということですか。ありがとうございます。想像以上にダラダラと何もない配信ですが、よろしくお願いいたします。私もこの旧ツイッターの連戦あってハッピーバレンタインの挨拶しました。読みましたよ。はい。ハッピーではないバレンタインを過ごしてましたよ、私は。毎年のことですね。ひとみさん、こんばんはでございます。スワンさん、こんばんはでございます。はじめましてでございます。なんか、はじめましての方がいらっしゃるのは嬉しいですね。こっそり聞かせていただいてましたが、いよいよご挨拶に。ありがとうございます。ご丁寧に。はい。今まで聞いたことがあるということは、この配信が大したことがないということはご存知ということですね。ありがたい。みかんちゃんさんこんばんはでございます。いにわさんこんばんはんでございます。ブラックサンダーね、ゴールは見えてきましたよ。もう、紙袋に大量に入ってましたけど、紙袋の底が見えてきました。小町さんこんばんはでございます。さて、コメントは追いついたかな、またですね、相変わらず私は、スマホでアプリ上で、コメントを確認しておりましたので、ちょっとね、パソコンのウェブサイト上だと、スマホのですね、コメントの表示とですね、違うことがあるんですね。抜けてたり、どっちかが抜けてたりすることがあるので、もし挨拶私されてませんっていう方いらっしゃいましたら、クレームを入れてください。コメントを確認次第、即座に対応させていただきます。ということで、114回だっけおそらくそんな感じの、今日も何もない、配信ですね、始めたいと思います。
改めましてこんばんはでございます。ガルネリウスのタカでございます。ステゴマさんこんばんはでございます。今日も花火やら拍手やらいっぱいいただいております。ありがとうございます。なんか、嬉しい。嬉しいけど何もしてないよ。そして、星も待っておりますが、すみません、ありがとうございます。なんか、たくさんチョコをいただきました。ありがとうございます。何もしてないし何もしないよ。申し訳ない。すみません、ありがとうございます。今日はちょっと久しぶりにですね、前回も高校時代の写真をお茶箱に使ったので、今回も久しぶりに高校時代の写真を使わせていただいております。はい、そんな感じでね。直爆投げたいけどハードル高い。いや、それはもう全然無理しなくて大丈夫ですよ。花火も待って、チョコもたくさん、昔の私の青紙の写真もたくさんありがとうございます。本当にもう何もないので大丈夫ですよ。で、アプリももう大丈夫。はい。アプリ閉じました。はい。ですね。何を言おうとしたか忘れた。ですね。よこさんこんばんはでございます。そうだ、今日ね、最初にね、言っとこうというかね、ご報告なんですけど、今日はちょっと夕方、ホームセンターに行ってまして、家の、必要なものを買ってたんですけど、その帰りに、すいません、ありがとうございます。こんな、直爆をやるとなんか絆が深まるの僕は深まりました。高校時代の写真すげえ悪そうって、あら、失敬な。もう参考書がお友達の真面目なセットでしたよ。ですね、ホームセンター行って、で、帰りに、スーパーの買い出しとコンビニに寄ってっていうので行ったんですよ。で、いつもより行く時間がね、早いから、もしかしたら、いつも見ない商品とかいっぱいあるのかもなとか思ってウキウキで行ったんですけど、まず、ホームセンターで買い物を済ませて、スーパー行きました。だからスーパーがめったら混んでて、多分ね、その夕飯前の買い出しなんでしょうね。家族連れやら、夫婦さんが大量にいまして、すいません、ありがとうございます。見事に物がないわけですよ。これちょっとやばいなと思って、一応、スーパーで、2つスイーツ買って、もう、保険に団子も買って、コンビニにかけたわけですよ。で、コンビニ行って、スイーツコーナー見たらですね、見事に見事にすっからかんでですね。で、結局コンビニで1個しか買えなかったんで、今回、全然なんでしょうよ。何が次出てくるだろうとか、今日は何個あるんだろうとかっていう、そういう、思わせ、匂わせ、もう何も一切しないです。今日は本当に悲しいことにスイーツ3つ、で、保険で買った団子2つしかないです。本当にね、ネタもなければ食べるものもないというね、そんな感じなんですけど、お付けいただければ幸いでございます。皆様は何かしら、お手元に美味しいものはご用意されてますでしょうか。本当に、ちょっと悲しいですよ。すみません、ありがとうございます。本当に何もしてないので、中村さんもささやかですがって、いただけるだけはありがたいんですけど、何もしてないので大丈夫ですよ。アイスさんこんばん、バレンタインなんて、ありがとうございます。まさみさんもありがとうございます。もうね、S さんは、いいバレンタインを過ごしたんですかね。私は相変わらず、誰とも会わず、誰とも連絡を取らず、一言も発しないまま一日が終わりましたよ。ちょっとね、今週木曜日に、ちょっと飲み会がありまして、レア君がブリティッシュドラムでお世話になってて、
私がラディアルエフェクターでお世話になってる、エレクトリの清水さんって方ですね、が主催をした、再生画さんとの飲み会ですね、それに行ってきまして、それ日以来ですね、私一言も声発してませんので、また今日もちょっと途中でもしかしたらむせたり声が出ないとかってあるかもしれないですけど、我慢してください。いつものことですけど。モテないけどね、俺も。その言葉を信じていいのかな。同志と呼んでいいのかな。昔のバレンタインの思い出は、昔のバレンタインをね、中学、留学する前の高校のちょっとした期間、ずっとね、電車と、バスで学校に通ってたんですけど、学校のね、通学バスがあったんですけど、その電車の行き来、男子校だったもんだから、電車で、行き帰り、もしかしたら、チョコもらえるんじゃないかとか、ラブレターもらえるんじゃないかと思って、ずっと過ごしてたけど、そういう、ドラマチックなことは一切起こらず、そんな思い出です。はい。皆さんがキャスネ日本はそういった何か食べ物が出てくるんで、いや、もうね、そう思われるだろうけど、今回は本当にスイーツ3つだけです。すみません、ありがとうございます。なんか久しぶりに青髪の自分の写真見ると青もいいなと思っちゃうね。佐藤さんこんばんはでございます。久しぶりにパワハラ飲み会楽しみだ。はい、もうね、次回呼んでもらえないかもしれないから、ここぞとばかりに、パワハラとうざがらみしてきました。女子の友達と話すことをごくまれになるけど、本当に話すだけ。なるほどね。私もね、もう随分と女友達っていうのとは連絡を取ってないからな。だからさすがにね、みんな、自分も一時期そうだったけど、みんながそう結婚したり、家庭を持っちゃうと、連絡しづらくなりますよね。特に、子供できたとかになると、昔のようにじゃあ時間合わせてお茶しに行こうよとかって気軽に誘えないので、もう全然、結婚前まで定期的にお茶をしてた女友達とか、全然会わなくなりましたもんね。女の子と話すの恥ずかしいですが、もう人と話すのが恥ずかしいです。私、対人恐怖症ですから、コミュ障でもあり、人の目を見て話すのが苦手ですよ。人の目を5秒以上見てると、イラッとくる。イラッとこないよ。恥ずかしいですよ。ドキドキしてしまいます。モテない男あるあるですけど、その異性と話すのは、もうずっと緊張しますよ。そんな感じなんですが、今日ももちろん、はい、何もないので、とっととスイーツ食っちゃいましょう。お腹減ったし。今日はですね、こんな感じでございます。これはスーパーで買ったやつですね。一緒に写真撮るときとかめっちゃ緊張する。一緒に写真撮る機会がないもんな、俺。そんな、女性と写真撮ります？そうか。基本ね、女性は寄ってこないので、私の方には。仲のいい、こいつは一応無害な人間だなって分かってくれてる、これまで、定期的にお茶をしてた女友達とかは話しかけてくれますけどね、さすがに。でも普通の人は、さすがにこの風貌で、明らかにコミュ障レベルの人間には寄ってこないですからね。そんなね、本当に。山田隆さんが目の前に来ると緊張します。だから私は最前の、ファンの皆さんと目が合うと緊張しますので、なるべく目を合わさないようにしてますよ。ドキッとしちゃいます。だからね、今日は、
なんかね、まあ私のバレンタインが遅れてやってきたということで、チョコにしました。なんかね、これがシュークリームらしいです。まあ、ハーシーズのチョコは好きだから美味しいはずだろうと思って。あとこれ、なんかね、コンビニの、生チョコパイ、美味しかったから多分これも美味しいだろうみたいな。今日もコーヒーです。ただ私は、ミルクは入れないけど、砂糖は入れてあります。ほんの少しだけどね。チョコパイのケーキが羨ましい。そういう時はもう買いに走りましょう。はい。森さんこんばんはです。遅くなってないです。始まったばっかりだし、多分終わる直前に来たとしても何もミスることはないです。ロッテのマシュマロ。ロッテの、なんだっけ、エンゼルパイでしたっけ？あれは森永か。なんか、マシュマロはマシュマロで美味しいんですけど、別にチョコパイに入れなくてもいいよねと思っちゃう。モンテールのスイーツは全部美味しい。モンテールね。そうね。そういや、そうか、モンテールか。前にもなんか言われたね、モンテール。知らずに買ったけど、私はこっちのハーシーズという名前の方に惹かれて買ってしまったので。チョコパイの白パケバージョンを買ってください。かもしさんこんばんはでございます。モンテール人気なんだね。そうか。じゃあ今度から買わないようにしよう。いやこれはこのロッテのやつはコーヒーと一緒にいかがって書いてあるからコーヒーに合うんだろうね。じゃあ先こっち食ってしまおう。マスオさんこんばんはでございます。こんばんはでございます。金魚小路コーナーのチョコパイのケーキが期間限定で出る。福岡焼き菓子のみの手扱い。コージーコーナーもな、昔よくババのコージーコーナー行ってたな。なんかね、男2人でコージーコーナー行ってたのよく。本当に。さて、じゃあこれはこっちからいただきます。これ、なんでこんなにパンパンクッキー入ってるのかわかんないけど。そうそう。ツイートもしましたが、前回の配信から1個増えました仲間が。エコプラなので、真っ黒なんです。このエコプラは、回収された、ガンプラのゴミですね。そのランナーっていう枠だったり、そういうのを回収して再利用して、その着色とかはしないじゃないはずなんですね。下に一応黒にはしてるのかな。エコですよと、再利用してますよと。で、前々回で見せたこっちのエコプラは、もうなんか火の粉かなんかが入ってるとかっていう、それが本当にエコなのかどうかわかんないけど、そういうエコプラということです。トップのチョコレートケーキ。トップスもね、なんかみんなに教えていただかなかったから、教えていただかなかったら一生知ることがなかった名前でしたけど、知らずに食べてたっていうね。皆さん本当が美味しいものを詳しいですよね。見た目はあれですけども。はい。シュークリームでございます。では皆様も何かしらお手元に、食べ物、飲み物等をご用意いただきまして、節分終わりました。バレンタイン終わりました。はい。今年も、はい。春に向けて伸びております。では皆様、乾杯。これ、なんだろう。上品にさ、シュークリームって食べれないよね。こんな感じです。なんだろう、カメラを通すと、泥に見えるけど、チョコレートクリームでございます。
はい。三ツ矢さんを飲んでる人がいる。水で乾杯。あら、健康的。何？お酒、なんかね、紹興酒。こではトランプ大統領が紙ストロー発射されました。ああ、そうですね。さすがトランプ大統領って感じ。面白かったね。破れるからって。うん。なんかね、チョコの、これ、ベトベトする。チョコのクリームが2種類入ってるんですよ。このちょっと暗い部分とね、泥みたいなやつとね。で、砕いたアーモンドが入っててっていう、美味しい。ビレーカリと焼き芋。焼き芋もいいね。なんだろう。もう最近、焼き芋屋さんって徘徊してないのかね。全然聞かないけど。あ、これ、美味しい。お日に食べるよ。お日に食べるよ。はい、クリームが2層になっております。美味しいです。うん。昨日、職場のおばあちゃんたちからもらったギリチョコ、ノーファチャで乾杯。なら、もらえるだけいいじゃないですか。私は昨日は、アルトさんからもらったチョコレート、ブラックサンダーとかをいっぱい食べてました。ちょっとはしたないですが、ちまちま食うのが性に合わないんですよ。うん。幸せ。これ、アーモンドじゃなくても、チョコチップでもよかったかな。うん。なんかチョコ三昧にしてほしかったな。左右で乾杯。健康的。ハシースのミニエクレア、この間。まあ、ね、エクレアもね、美味しいですよね。クイモ茶。なんか、珍しいもの飲んでらっしゃる。コップにつけて飲むのは増えて。そうなの？まあでも、外食、まあね、その食洗機で洗ってるだけの外食でのコップに口つけるのはたまにためらう時ありますよね。ファミレスとかで明らかにちょっとあれちょっとこれ、汚れたままじゃないですかねみたいなたまに出てくる時あるので、ストローはストローってねありがたいんですよね。さあ、なんかポテトチップスと同じでこういうなんていうの袋って空気パンパンな割に中身スカスカなんですよね。ちょっと歯の間にアーモンドの粒が挟まっておりますが、こちらをいただきたいと思います。ねえ、いかちゃんさんこんばんはでございます。一眠りして食べる時間好きでしょ。大丈夫ですよ。もう、12時直前に目覚めて、配信を見たところで、何もミスることはないです。いただきます。こんな感じ。色合い的になんだろう。カメラのせいなのかな、自分のモニターのせいなのかな。なんか見た目がね、現物よりもサイトで表示されてる色を見るとあんまり美味しそうに見えてない。なんか、飛んだ。破片が飛んだ気がする。意外とね、以前に食べようと思ってて、気をつけてはいるんだけど、配信終わった後で、結構ね、チョコのかけらとか、カーペットに落ちてたりするんですよ。でね、今私、ホットカーペットつけてるんですよ。
チョコのかけらがホットカーペットに落ちるわけですよ。地雷ない間に。よろしいでしょう。見つけたときどうなってるか。はい、いただきます。うん。うん。美味しい。うん。これがもうちょっと二回りほど大きければ、なんか幸せだった。でも美味しい。ミカの誕生日おめでとうコールありがとうございます。無事にお年を取りました。いえ、まあ、とんでございません。いい誕生日を過ごされましたでしょうか。ヨーロッパへのニューヨークチーズケーキのも、ああ、そうなんですね。そんなのなかったな。ニューヨークチーズケーキか。今度見つけたら買いたいと思います。ちょっと、すいません、はしたないですが、ちまちま食うのは性に合わないので、うん。親指のクリームを取りました。ありがとうございます。チョコ美味しい。うん。嬉しいや。先ほど飛んでったと思われる破片が気になって仕方がない。もうね、本当に。断面美味しさ伝わってまいりました。ああ、よかった。皆さんもね、なんか美味しいものを食べてらっしゃるかと思うんですが、今回ですね、最近私はですね、まあ、前回もちらっと言ったかな、赤飯を自分で炊けるようになったのですね、今回またスーパーで、赤飯の素を買いました。次回いつ炊くかわかんないけど、非常食としてね、赤飯の素を、あともち米、常備しようかと思って。立っていいですよ。立ってしまったら、汚い部屋着のパンツが見えてしまうじゃないですか。冬が来る前に新しく買ったんですけど、もうすでにね、なんかボロボロなんですよ。毛玉がついてて。太もものあたり毛玉がなってるのは多分ベースのせいだろうなと思うんですけど。今日の出だしはアーカイブで見ますね。出だしも何もないと思いますけど、大丈夫ですよ。はい。ということで、もう2つスイーツを食べてしまいました。ということはスイーツはもう今日は残り1つでございます。ああ、すみません、ありがとうございます。そんな、はい、佐藤さんとの絆が深まりましたが、何もしてないので大丈夫ですよ。本当に。また隠しスイーツじゃないんですよ。本当に今回はスイーツ、3つに団子2つなんですよ。なので、今も食ってしまうとね、後半何も食うものがないので、まあまあ、手を伸ばせば、ブラックサンダーはありますけど、何色の部屋着のズボン？黒ですよ。なんか、ジャージタイプの、なんだろう、裏起毛の、なんかね、黒で横に3本線が入ってるやつ。なんか、ありがとうございます。なんか、フレームが来たよ。これ、チューリップ。これは一応、なんだろう、その日暮らしフレームは、なんだろう、これはなんか季節柄なのわかんないけど。バレンタインチョコはもらいましたか？一応ですね、心優しいお方からですね、ギフトとして、チョコレートを、いただきました。ただリアルな、実際にね、手渡しで何かもらったかっていうと、一個ももらっておりません。まあ、それもそのはず、昨日は一歩も出てませんから、私になんか直接、チョコ渡すよって言ってくれる人も、いなかったので、はい。なんだろう。昨日一日で増えたチョコは何もありませんでした。はい。
もうね、ギフトでいただいた、チョコとかを、届くのを待つのが今の私の唯一の楽しみでございます。はい。もう、なんだろうな。本当、15日ね、飲み会があった日、じゃあ13日、15日は今日だよ。うわ、いろいろケーキもいっぱいありがとうございますね。13日に、すごい風の強い日、寒い日があった日なんですけど、本当はね、海外遠征お疲れ様でした飲み会なので、ガルネリと、再生画を集めて、飲み会しようよっていう、ちょうど同じ時期に海外遠征してたので、それぞれ。再生画が、インド、ガルネリが中国。自分たちが北京かなんかにいるときに、再生画がインド公演を終えて、中国の広州経由で、日本帰ったのかな。だからもう結構ね、ニアミスはしててですね、同じ時期に終わってるので、新年会を兼ねてやろうって言われて、最初の予定日が自分都合つかなくて、で、2月13日なら空いてます。13日ならっていうか、こういうスケジュールだったら空いてますよって言って、レア君からじゃあ13日どうでしょう。ああ、13日大丈夫です。じゃあみんなに確認しますねって言われてから、先週まで連絡が来なかったので私は流れたのかなと思って、ちょっとね、予定をっていうかね、午後ちょっと出かけようと思ってたわけですよ。で、1週間ぐらい前になって、リア君から、すいません、連絡忘れてました。13で決まりです。って言われて、じゃあ、ね、もともとそのために手術開けてたので、自分の用事なんて自分が急ぎさえすれば間に合うだろうから、間に合わせるように頑張りますって言ったんですけど、残念なことに今回ちょっと小野さんとか、ゆきさんが来れなくて、これ今、感触的に、ヒヤッとしたもんが立ったけど、髪の毛にチョコついてた？でも、結局、あの日ね、風が異様に強くて寒かったので、午後出かける予定だったものを、後日、今日と明日に分けました。なので、飲み会まではずっと家にいたんですけどね。もう久しぶりっていうか、今年初の外食、楽しかったです。なんだろう。自分が好きなバンドの人たちと話すのは、話をしたり、話を聞いたり、茶化したり、うざがらみしたり、パワハラしたりっていうのは楽しいですね。すごく良かったです。エレクトリの、アーティスト担当の清水さん、前に赤羽レディーでやった主催の、方ですねが企画してお店も見つけてくれて、で今時珍しく席でタバコも吸えてっていう、そういうところに行って、で最初ねちょっとね、私一番乗りだったんですよ、お店入ったの。あまりにも寒いから駅からもう早歩きで歩いてたら予定よりも早く着いちゃって、でお店入って確認したら予約入ってないですって言われて、とか思って、でも結局ね空いてたから席用意してくれてよかったんですけど、全然知らない名前で何々3段目ですかって言われて、全然違うんですけど、不安になって店間違えたのかなと思って、レア君から LINE で聞かされてたお店のね URL をお店の人に見せて、ここってこの店ですよねって、そうですよ、中国の、ね、女性の方が言って、
で、6時半予約してるって聞いてるんですけどって、入ってないよって言われて、でも大丈夫、席作るよって言ってくれたんでよかったんですけど、あれは実際どうだったんだろう。何の手違いで予約が入ってなかったんだろうね。でもその日の予約は7時から別の全く関係ない人が入ってただけで、予約はなんか1件しかないよって言われるね。危なかったです、本当に。でも楽しかったです。美味しかったし、なんかね、いろいろ話を聞けるのは楽しい。ね、ブラックサンダーのチョコケーキを午後に食べる。チョコケーキがもうないからね。約1ドラマティックな方々が4月に再生がそう、4月に2回対バンするんですよ。だから、なんか、レア君ウキウキで再生家さんといっぱい話したいって感じになってましたよ。来週、シュウ君島村学園イベント、ありますね。なんだっけ、シュウ君が審査員になるやつだっけな。中華さんに何を召し上がったんですか？また鳥の頭。鳥の頭があればね、レア君食べたろうけど、そういうのはなかったです。いわゆる、普通に、馴染みのある中華メニューばっかりでしたよ。なんか、値段そんなに高くないけど、ちゃんと本格中華でした。にレア君のドラムセミナーで初めてお会いした。そうそう、ブリティッシュドラムを扱ってるからね。だから、清水さんは必ず現場にいると思いますよ。楽しいひときなりが本当ね、楽しかったです。私単純に再生画のファンだから、そのメンバーと話せるっていうのはすごく楽しいですね。いろいろ聞けるし、特になんだろう、もともとね、自分はボーカルのリーガンさんが、前にやってたバンド、絶対クラブだったっけなから、ちょっと興味を持ってて、多分追算だったと思うんだけど、すごいボーカルがいるんですよっていう話を教えてもらって、で、それが、その絶対クラブっていうガールズバンドで、もう日本人離れしててかっこいいんです。で、その時、ネットでいろいろ上がってるなんか動画を見て、本当だ、すごいな、生で見てみたいなっていう思ってたら、活休になって、で、しばらくしたら、新しいバンド組みました。名前借りました。で、あの時のボーカルの人っていうので、最初の MV とか楽曲聴いた時もね、やっぱすごかったんですよ。もうその時からちょっとね、いつか、話を聞いてみたいなと思ってるボーカルの方だったので、今こうしてなんかね、ちゃんとお話ができるっていうのはすごく、個人的にはすごくね、嬉しいんですよ。ただ、ね、相手が女性だっていうこともあるので、なかなか自分からこう、ぐいぐい話を聞けないというかね、さすがにね、この老害の私でも、相手が女性だとねなかなかね、突っ込んだ質問ができないんですよね。でも大西洋の皆さん、真面目ですごくいい子たちなので、私のうざがらみだったりパワハラにも耐えてくれました。はい。新しい弾いてみた動画最高でした。ちょっとね、あまりにも動画を上げてないというか、動画の編集をね、全然してないなと思って、この配信のアーカイブを録画したものをちゃちゃっと編集して、毎回ね、YouTube の方に上げてますけど、それの動画編集って言ってもそこまで大変じゃないんですよ。で、毎回同じことだし、それだけだと、やっぱり、大事なというかね、いろんな動画編集の、操作を忘れていくんですよね。だからそれ、せっかくいろいろ試して覚えてたはずなのに、また
一から覚え直すのもなっていうのがあって定期的にやりたかったんですけど、なかなかね時間が取れなくて、で、ちょっとなんだろう、うまいこと時間を使って取れるようにしてみたんですけど、まあものの見事に編集操作を忘れまして、すっごい編集するのに時間かかりましたね。で、まあ動画編集が目的でやってるから、演奏に関してはあまりね、突っ込まないでください。もうね、編集してる時にもうちょっとうまく弾けてたと思ったのになとか思いながらやってましたよ。ひどいよね、あれね。なんかね、あれを世界にさらしちゃいけないだろうっていう。動画を撮ってる時にエアでクリックを流してるんで、なんだろう、ね、ヘッドホンでやっとけばよかったなと思うのが、エアで流した分クリックの音が大きいわけですよ。で、その音量バランス変えずにそのまま書き出ししてあげちゃったもんだからクリックがうるせえっていうコメントがついてしまいまして次回以降は気をつけたいと思います。はい、すみません、本当に。ザクロジュースで乾杯。あら、なんか健康的。そういや今っていうか、自分小学校の時にお友達のお家の庭にザクロの木が植えてあって、よくねザクロをいただいてたんですよ。なんかねザクロ、こういうお家って今あるのかな。たまになんかみかんっていうかオレンジとかなってる庭を見かけることもあるけど、なんか小学校の時はね、そういうなんか食べられるものがなる木が庭にある家っていいなと思ってました。キャリーオンは2023年のライブで演奏されたのが2019年以来なので、そうなんですね。このキャリーオン自体はね、好きな曲なんですけどね、あれはあれでね、その前に挙げたストラグル同様、16の刻みをきれいにするっていうのが難しい曲でまあどんだけ難しいかっていうのは単純に私が下手だからっていうのもあるんでしょうけど、よく聞けば粒が揃ってないとかね縦の線ブレてるとかってあるんですけど、そんだけ難しいんですよ、私にとっては。演奏はともかく、タブ譜を見て、皆さんもお暇の時に練習してみてください本当に。だからね、本当に。だからね、そんな感じですが、ちょっとお腹が空いたので、最後のスイーツを食べたいと思います。今日最後のスイーツです。団子あるけどね、スイーツとしては最後のスイーツ。もう、ちょっとね、エクレアだけなんですよね。最後のスイーツです。もう、これなんか本当売れ残り感があるって嫌なんだけど、30円引きだったんですよ。売れ残り感あるでしょ。だからこれぐらいしかなかったんですよ、食べたいものが。他なんかいつもの変わり映えしないやつとか、今日はちょっとね、そのコンビニスイーツっていうかコンビニで和物を食べる気がなかったので、なんかいちごかチョコをと思ってたんですけど、こんな感じでございます。円盤発売の時のツアーどんなセットになるんですか。どんなになるんだろうね。多分ギターソロで始まってドラムソロを挟んでキーボードソロで小野さんの MC で終わりじゃないですかね。SDG 素敵。そうなの。値引きシールはね、その日のうちに食っちゃうからいいんでしょうけど、でもなんかね、売れ残り感半端なくて嫌なんだよね。だから岸文字、なんか博識な人たちがちっちゃくて可愛いさ、そうちょっとねちっちゃいのがね残念なんですけど、意外と今日カーペットを熱く感じるこんな感じの
小さめのエクレアでございます。まあエクレアの中身普通なので、わざわざ中身見せなくてもいいよね。いただきます。皆様もぜひ美味しいものを食べてください。安定のエクレア。悲しいよね。いっぱい食べたかったのに今日3つしかないですよ。でね、まあこの前、YouTube で弾いてみた動画をユーセパ犬にあげました。そのうち本当メンバーとかプロデューサーに怒られそうでね、なんか動画上げるならもっとちゃんと弾けとかって言われそうだけど、まあちょっとなるべく早いうちに次の動画も上げたいなと思って今時間調整を頑張ってるところでございます。いいね、これ美味しいね。まあ本当まあ前も何回か言ったことあるけど、私今パソコンモニター2つ使ってやってるんですけど、片方にツイキャスのサイト、片方に配信ツールを出してるんですけど、同じメーカーのモニターなんだけど時期が違って方式が変わってるから色合いが全然違うんですけど、なんかねどっちのモニターで見てもあまりいい色に見えないというね。目の前にあるエクレアは美味しそうなのに。クリームはカスタードでしょうか。これは口どけカスタードのプチエクレアでございます。なので、はい、スタートです。チャコさんこんばんはでございます。美味しいです。はい。ミンクさんもシュープは7元使うのかな。どうでしょうね。曲にもよるかな。ジャーマンベーカリーのエクスプレスとプリンの差し入れしたよ。生菓子はね、差し入れ難しいですよね。アップにするとカリントに見えます。ああ、なるほどね。カリントに見えるってことは猫のうんこに見えるってことかい。食べ物を食べてるという、そんな話しちゃいかんよね。素晴らしい。私も今日エクレア買いました。美味しいですよね、エクレアね。大工さんこんばんはでございます。かりんとうってあれはスイーツなのあれはどういう位置づけなの。なんか別に嫌いなわけじゃないんだけど、自分からなんか率先して手を伸ばさないやつだから。美味しい。この前のさ、飲み会でさ、せっかくだし写真を撮ろうかなと思ったんだけど、あちらさんはさ、あちらさんってセガさんはさ、女性メンバーがいらっしゃるわけですよ。あるみたいにね、うさ苦しいおっさんだけだったらね、なんか適当に写真パパッと撮ったり動画撮ったりしてここで晒せるんですけど、さすがに女性はかわいそうじゃないですか。だから全然写真撮ってないんですよ私。
なので、当日のなんか、話題をネタにしようと思ってたのが、一切使えないので、なんだろう。若い人たちが、老害に捕まって二次会まで付き合わされましたよっていうことだけお伝えしておきます。結局1件目が10時半かな ?10 時過ぎに追い出されたので、終電まで1時間もなかったかな。2軒目行って終電で帰ってくるって感じだったんですけど、なんかね、私は楽しかったです。はい。ビーツがなくなりました。やる気が半減します。エクレアはね、プチエクレアって一口で食べれるから楽ですよね。なんか、まあね、なんかお上品な丸の内 OL とかは多分プチエクレアをあえて二口三口で食うんでしょうけど。鉄道仙台来てくれてる役にドラムセミナーで言われたので仙台が確定。まあね、この前ね、そういえば、最終確認じゃないけど来てたんだよな。意外とね、こんなにちょっと、こんなに遅いんだとか思いながら。そうなんですよ。これもう、なんかね、小野さんがファイナルのステージで、春から初夏にかけてって言ってましたが、もう初夏から夏にかけてだと思ってください。いろいろありまして。団子もう食べちゃうの？団子これほんと食ったら何もなくなるよ。今日も、団子はいつもの団子でございます。ちょっと、ガンダムさんたちにはご退席いただいて、すみません、ありがとうございます。僕は情報をたくさんもらっております。チンコ団子は別にしゃぶってるわけじゃないですよ。ちゃんと咀嚼してますからね。夏頃に、夏が本番になる前には終わるけど、夏入ってんじゃんとか思いながら、あれ最初聞いてたのとどんどん遅れてってるけどみたいな、なんかスケジュール確認の連絡が来るたんびに後ろにずれてってたんですよね。いろいろな都合があってここの箱が取れなかったから別日にしたら、肯定的にここが1個だけ浮いてしまうとか、ちょっと無理があるからじゃあこっちもずらそうみたいなこといろいろやってたんでしょうね。そうしたら、あれもうこんな時期にずれたのみたいな感じでした。なので、おそらくいろんなバンドさんと被ると思いますがはい、なんかね、どのバンドを見たいかいろいろ考えて、はい、ね、選択していただければと思います。正式な発表がいつになるのか本当わかんないんですよね。本当ね、ちょっとこれは私毎回思ってることなんですが、そういう
ね、CD の発売とかならまだしも、ツアーとかに関しては、なるべく早く、告知させてくれよと、思っとるわけですよ。そんなね、簡単に休みが取れる人ばっかりじゃないし、いろんな都合があって、事情があって、調整しないと、ね、その有給も取れないとか、宿の手配もあるし、早め早めに取る方が安かったりするわけだし、でね、遠征行くんだったら、じゃあついでに観光もとかと思う人もいるかもしれないでしょ。そういうのをプランを立てるのに、ガール見に行くついでに他のバンドもこの日だったらいけるなとかね、そういうのを予定組みやすくなるかっていうのもあるしね。急に特にインバウンドであだこだホテルが取れねえとか、いろんなものが値段が高騰してるとかっていう時代ですよ。急には取れんよっていうのがあるわけじゃないですか。でもなかなかね、大人の世界っていうのは難しいですね。こっちがもうそこまで決まってるなら出しちゃおうよって思っても、なかなか発表のタイミングが遅いっていうのはね、ちょっと皆さんに、ご迷惑をおかけしてしまうところではあるんですけれども、今しばらくお待ちいただければ、多分来年の春頃には発表されるかと思います。はい。ゆきさんの情報だと6月からって、ゆきさんが言ってるんですね。じゃあ、そういうことです。はい。ダイエット中でなかったですか？ダイエット中ですよ。ダイエット中ですよ。もちろんダイエット中です。私の体重のピークは、正月明けぐらいかな。人生で最大に太ったのが今年1月の第1週ぐらい。いわゆる世間でいう正月明け、仕事始めの週ぐらいから筋トレをストレッチを再開して、全然痩せはしないんだけど、だいぶ筋力が戻ってきたので、本当にダルッダルだった体がちょっと引き締まり始めてきたので、痩せてはいないけど、その人生最大に太ったパンパンってダルダルだったところに比べたら、まだマシかなって感じなんですけど、ダイエットはしております。もちろんです。マックも食べておりません。ピザも我慢しております。はい。でも、皆様からいただいた美味しい差し入れは食ってしまってたので、そら痩せんわなって感じですよね。もうほんとね、差し入れが、残ってるのがブラックサンダーとウエハースぐらい、あと、アーモンドがちょこっと残っております。クッピーラムネもあっという間に消えました。全部食ってしまいました。チョコはね、さすがに太るなと思ってるから、毎日ブラックサンダー2個食べる、ウエハースは3個食べるっていうので決めてるんですよ。多分、今月中には両方ともなくなるとは思うんですけど、そのなくなった後ですよね。アーモンドがまだ少し残ってるから、つまむものはあるとしても、このツアー中からツアー終わって、2ヶ月か。毎日何かしらそのお菓子を差し入れていただいたお菓子を食べてたから、それが急になくなってしまうと私は耐えれるんだろうかっていうね。でもね、痩せなきゃいけないので、次のツアー、どんなに遅くても次のツアーまでには、すいません、ありがとうございます。マッチ棒ぐらい痩せてたいなと思います。はい。箱かぶりでバンド人生最大ピンチを迎えたからさ、もうどういうこと？世紀末とかぶったガウさんの発表は、それはどうなんだろう。なんかね、世紀末さんと一緒にね、じゃあ一緒にやろうよってなればいいんだけどね。
簡単に休めております。あら、羨ましい。ライブの告知の件、よくぞ心の声を。いや、いろいろね、ありますよね。大人の事情ってのは難しいですよね。子供には分からんですよ。ファイナルはね、いつになるんでしょうね。もしかしたら冬になってるかもしれないね。本当にこもりつつ、ね、ちょっと本当ね、もう、毎朝っていうか、まあそんな朝じゃないけど、目覚めてから布団出るまでなんか最近1時間かかってますよ、私。ゴロ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 しながら。通り過ぎてきつかったこと、服が入らないことです。去年、本当に私、人生最大で太りまして、ベルトの穴が2つ分、お腹が、周りが大きくなりました。本当にもうベルトの穴、最後のベルトの穴、ギリだったんですよ。まあ今、そのベルトの穴、相変わらず最後の穴ですけど、余裕で入るようになったんですけど、2つ分を減らさなきゃいけないので、それを今頑張っております。DVD の発売日決まってるんだと思うんですけど、私は聞いてないです。3月、4月で出すって聞いてたけど、私は聞いてないです。私だけかもしれないけど、聞いてないです。団子なので、咀嚼音がします。ご注意ください。ありがとうございます。美味しい。アルトさん、ご用もあればなんぼでもって。でもね、なんだっけ、アルトさんからいただいた、多分アルトさんだと思うんだけど、赤福のぜんざい、おしるこじゃないね、あれぜんざいだよね。すみません、ありがとうございます。あれ、美味しかったっす。あれなんかね、正月っぽいものが唯一食べられると思って食べたら美味しかったです。ツアー最中の配信の時に言ってたベースのいう方の方がいても、肩はね、だいぶ良くなりました。ただね、今は肩よりも、なんだろうね、背中の方がやばいかな。しばらくね、あまりにも肩が痛いから、今ちょっとね、立って弾くのをやめてるんですよ。背中腰肩にすごく負担がきてたから、今ちょっと座って、練習をするだけにして、もうストラップつけて立ってやってたら肩は本当にぶっ壊れるなと思って。座ってたら肩は痛くはならないんだけどね、左肩は。でも、ちょっと座ってる位置も、それはそれで体に良くないなって位置なので別のところが痛くなるね。明日レアキャスがあるからレア君に聞いてみよう。もうレア君ね、お酒飲むし酔っ払ったら有名になると思いますよ。で、何か新しい情報が漏れたら言ってください。私プロデューサー等々に連絡して、なんかレア君が言っちゃいけない情報を言ってるみたいですよって伝えておきますんで、ご注意ください。咀嚼音がします。レア君と飲みに行ったのも久しぶりだったんですけど、相変わらずレア君はお酒が強くて、上機嫌ではいましたけど、なんか普段とほとんど変わらない感じがね、羨ましいなと思いました。私は全然飲んでないですけど、お酒強いってなんか飲み会とかもっと楽しいんだろうなと思って。いただきます。やっぱみたらしだね。
なんか、レア君はセミナーもやって、で、今度からレッスンも開始してって、すごく順調な感じですよね。私も全然レッスンなんかしてないですよ。結構、レッスン要望する方もいらっしゃるみたいで、幸先みたいですね。もう、私なんて誰ももうレッスンレッスン来てくれないですよ。なんだろう、私がダメだっていうのがバレたんですかね。とうとう。まあ、こっちで決まったスタジオ、時間を用意して、入りたい人は言ってくださいみたいな感じのシステムでなく、勝手にスタジオを取って、それに合わせて行ってやるよ的なスタンスがいけないのかもしれないですけど。峠さん、お仕事お疲れ様でございました。こんばんはでございます。レア君にウイスキー差し入れしとけばよかった。多分レア君は、お酒いっぱい用意してるかと思います。もうおだてて、ぐいぐい飲ませて、言っちゃいけない情報とか言わせちゃいましょう。で、言ったら、リアルタイムで、なんか、DM なりなんなりで、チクってください。大問題にしてあげます。レイ君のドラムレッスン来週受ける。あら、素晴らしい。頑張ってください。スタジオ自分で探すのは敷居高いかも。まあ言ってみたらですね、普段、バンド等々でスタジオを使ってる方だったら、スタジオ取れるだろうと。言ってね、シェア貸しじゃないけど、ベース弾かないけど、レッスン受けに来ましたっていうのだったら困るから、あと自分が個人練習でスタジオ使ってないから、どのスタジオがいいかとかわかんないんだよね。一応自分のレッスンは初級から中級ぐらい、超初心者からある程度弾けるようになりましたぐらいのレベルの人も想定して考えてるんですけど、いわゆる、つながり目的、なんかこいつと仲良くなっておけば、なんか小野さん、しゅうくん、ゆきさんとか、なんか仲良くなれるんじゃないかとかねそういういわゆる下心がある人をふるいにかけるためにも、スタジオを自分で取ってください方式にしてるんですよね。でもここまで人が来ないと、もう下心あってもいいから来てくれって思っちゃいますよね。ドラムレッスン受けました。あら、素晴らしい。いや、もう、ドラムレッスン受けたってことは、もうガルネリが叩けるようになったってことですね。明日、リアキャスに高さんも来てください。多分筋トレしながら見てますよ。基本いつも、ゆうきさんの配信とか、レア君の配信、あと、在ゴートの配信とか、基本いつも見てます、私。こっそり。大抵筋トレしながら見てます。ファンシーさんこんばんはでございます。今夜の生放送全然知らない。あら。中には知らない方が良かったっていうものもあるんですよ。家の近くに多いのはスタジオペンタ。スタジオペンタもね、場所にはよる、場所っていうかね、店舗にもよるけど、いいスタジオだと思います。昔は自分もよく使ってました。すみません、ありがとうございます。
島村楽器さんがイベントやるいや、イベントやれるほど私はうまくもないし、知名度もないですよ。この猫やってるのかどうかわからない人もいるかもしれない。まあ、そうですけどね。ただ、なんか、数多くいる凄腕ミュージシャンの中であえて自分を選んでくれる人っていうのは、ある種マニアックな人だと思うので、そういうマニアックな人は情報を掘ってくれるんじゃないかとね、思っております。ベース、今朝メタル限定、ベース、まあメタルっていうかね、ロックベースぐらいしか言えないので、私、その黒人ブルース系とか、黒人ポップスとか好きで聴いたりしますけど、弾けないですからね。あのノリは出せないですから。教えられないですよ。で、このキャスト積みキャスコース見てますよ。基本、家にいるときはいろんな人の配信見てますよ。咀嚼音がしてます。ご注意ください。話の流れとか邪魔にならないように極力コメントはしないようにしてますけど、基本見て楽しんでます。だいたいちょうどね、練習終わって、ストレッチ筋トレを始める頃にみんなの配信が始まるんですよ。で、それが終わる頃に、私シャワー浴びに行ったりするのでなんかね、ちょうどいいんですよ。だから結構、なんだろう、音だけ聞いて、今日の最後でございます。私、どうしよう、痩せちゃうかも。もうこれしかない。ガルのメンバーに限らず自分が気になってる、応援してるっていうか、自分が好きなアーティストの配信をよく見てます。ガル以外のね。まあ単純に皆さんがこういろんなアーティストの配信見たりするのと同じ感覚だと思います。好きな推し活ってやつですよね。あ、こっちじゃなかった。ごちそうさまでした。配信するときはもっとちゃんと選べないよっていうぐらいスイーツがあってほしいな。ベースの指引きめちゃくちゃ苦手。まあそれは仕方ないですよ。自分は指引きばっかりにしてるからもうピック引き苦手になったし、食べながら痩せちゃうとは、いやこれだけしかないからもうそれだったら痩せちゃうじゃないってことですよ。ご飯っていうか、ご飯ね、まだスイッチ入ってないかな。ちょっと失礼。歯に餅がついてる。リスみたい。リス、私がですが、そんな可愛いもんじゃないですよ。今、レイ君、高明さんに10のリハ帰りにカレーをごちそうになったらしい。私、もう昼に何のついたからとかした。そうなんですね。レイ君もお忙しい方ですな。なんかね、103のアルバム制作もあるし、で、まあね、掛け持ちでバンドをやっぱり3つもやってると、なかなかね、忙しいよね。そこら辺自分と違うなっていうのは。で、ガル入った当初、もともとやってたバンドとサポート活動とかもしてたから、大体のね、その大変さはわかるんですけど、自分はそれで
ガルに集中できなくなったっていうか、このままだと上手くならねえと思って、全部取っ払ってガルに一本にしちゃったんですけど、さすがになんかもう、またなんか他やりたいなとは思ったりはしてますよ、ここ数年。なんか違う、別の、別にね、無理に、別にメタルやらなくていいから、他のなんか、J ロックからパンクハードロックぐらいまでのバンドとかなんかやりたいなと思ったりするし、去年、ギタリストのゆきさんから誘っていただいたゆきセッションとかも楽しかったですしね、ああいうなんかセッションイベント、自分ができる範囲でですけど、まさきさんのイベントは本当にちょっと試練すぎたので自分の身の丈に合ったなんか自分でもなんとかできますよっていうイベントとかなんか出たいなとも思うし、何かしらね、そういう活動もしていきたいなとは思うんですけどね、私人望がないもんですからね誰も声かけてくれないのと知り合いが少ないから、やっぱり、なかなかそういう機会に恵まれないんですけど、できれば今後ね、なんかそういうサポートも含め、別のバンドだったり、なんかイベントに出たいなと思いますね。何ベースもピックで弾くんですか？指で弾くの？ベースもピックで弾きますね。昔って言っても自分がベースを始めた頃から、どうだろうな。言ってみたら2000年超えてもそうか。ガル入った頃もそうだったかな。2010数年ぐらいまでは、ロックは4弦ベースが主流で、ハードになればハードになるほどピック弾きが当たり前だった時代ですね。今はもうね、多弦ベースが当たり前で、指弾きの人が増えちゃいましたけど、昔はロックといえばピック弾きでしたね。自分もその認識でした。この待ち受けは、私が、昔から使ってるデザインなんですけど、これはね、私の TI プロジェクトのロゴなんです。ないセンスも何もない私が一生懸命考えて作ったロゴです。なんでロゴかというと、これ真ん中が T なんですよ。で、これが左が I で右が P になってるんですね。わかんないだろうけどTI プロジェクトのロゴを作って、画像編集ソフトで自分で書いて、でこれはもうずっとガラケーの時代から待ち受けにしてます。はい。そのロゴで何かアイテム作りましょう。なんかね、作りたいっていうかね、いろいろね、私に潤沢な資産があればね、このロゴを使ったね、このロゴをね、見えないや。ちょっと待って、右に戻そう。このね、ここのね、印泥にね、入れたりとかね、ストラップのね、ここの部分に入れたりとかね、いろいろ考えたことあるんですよ。でもそんなお金が私にあると思いますか？Mac で3000円を超える注文を躊躇するぐらいの貧乏人の私がそんなできるわけないじゃないですか。ね、ピザも1万円超えないようにってドキドキしながら注文してるような私ですよ。クラファンはダメでしょ。なんか返礼品とかそのもないですよ。そのためのお茶箱は基本ガルネタにいただいたお茶箱は、ガルのメンバーに、均等に本当は分けたい。でも、うちのねガルのメンバーさんたちは
なんだろう、そういうところでがめつくないので、基本ね、私の配信でもらったものは自分で使えなよって言ってくれるんですけど、私としてはガルネタでいただいたものに関してはメンバーにちゃんと還元したいので、みんなに均等に分配ができないんだったら、じゃあツアー先とかで、食事に行った時に、その皆さんからいただいたお茶箱の中から、食事代出しますよっていうので還元してる、少しでも還元できてればっていう形でやってるんですよね。で、自分に対していただいたお茶箱に関しては、まず第一優先としていつも使ってるのは、この配信環境を良くするためのもの。まあ、カメラ買いました、ライト買いましたとか、いろいろ、配信主としての技術が上がらない分、機材を良くしてって見栄えちょっと良くしてるだけなんですけど、そういうものに使って残った分、今は使わなくなったけど、昔グリーンバックとかね、使ってたから、それ、グリーンバックのその、緑のその布を何枚か買ったり、それを立てるスタンド買ったりとか、いろいろそういう配信を良くするためのものにメインで使って、で、それが余ったら、そのベース周りに使って、でそれでも余ったら、ありがたく自分のために使わせていただいてるんですけど、基本なんかね、そういう感じなので、自分のわがままのものに、お茶箱を使うのはちょっと違うと思っとるので、基本的には私の配信をすいません、ありがとうございます。基本的にはですね、私の配信は全て無料のものなんですよ。当然、この配信を見るのも無料です。で、自分がすいません、ありがとうございます。ガルネタに関しても、何かしらすごい特別なものじゃないわけです。自分が配信をする前、ブログなりツイッターなりでやってたことが、この配信でやってるだけなので、それまで無料でやってたものに対してお金を取るっておかしいでしょ。だから自分としては全部無料でやってる範囲なんです。で、たまにね、拙いベースを弾いたりしますけど、それも一応無料の範囲なわけですよ、自分の中では。がっつり、そのガルの音源と一緒に弾くとか、メンバーと弾くってなると、それはさすがにね、無料の範囲じゃないっていう自分の認識なんですけど、なんか、本来それは公式が、いわゆる有料のモバイルサイトとか、そういうのでやるべきもの、ファンクラブがあったらファンクラブでやるようなものじゃないかと思うんですけど、バンド演奏、メンバーとのセッションとかっていうのは、そんな無料でやっていいものではないとは思ったりする。単純に自分が単体で弾くことに関しては、無料の範囲だと思ってるからやってるので、なんかそこで、茶箱くださいとか、その茶箱で何しますっていうのを考えるのはいかんと思っとるんですよね。なんか、考えてみてくださいよ。昔から、自分が加入、すいません、ありがとうございます。何これ何これチョコバク200なのであるね。なんか熊なの豚なの熊なのね。自分が加入した頃、から、ヨーロッパツアーとかもそうだったけど、ブログでね、記事を書いてたわけですよ。道中記を。いっぱい写真とか使って。あの時、動画撮れないし、上げれなかったから写真オンリーでしたけど、で、スマホ時代になって、ツイッターとかやるようになって、ツイッターでもいろいろ現地の写真とかいっぱい上げてたりしたんですけど、それって、皆さん、ね、別に何かしらと有料会員にならなきゃいけないとかじゃないじゃないですか。それまでブログもツイッターもタダで見て、ガルの情報を手に入れてたわけでしょ。
盗撮の画像もそうですけど、それと同じレベルのものをただリアルタイムでみんなで見てるだけで、なんか有料に昇格させるのっておかしな話だと思ってるのでね。だからまあ、いただけるものに関しては私は厚かましいのでいただきますけど、本来一切皆さんがお金を払わずに楽しめる、配信なわけですよ、私のものっていうのは。だから今言ってみたら、私の配信で紹介するものっていうのは、基本5人揃わないわけですよね、基本的には。私が撮ってるから。だからそれが無料たるゆえんというか、演奏にしても、オケを使わないとか、他のメンバーのものを使わないようにしてるのも、そういうところですよ。だからなんかね、で、まあ、当然のごとく、ブログやツイッターもそうですけど、リアルタイムで見なくても、後から見れたから、配信もアーカイブは、まあ、サイトが消さない限りは未来英語見れますよっていうね。で、まあ、YouTube に関してはね、なんだろうね、私の個人的な都合で、まあ、ツイキャスさんが動画を上げれないから、動画の編集の練習ができないし、まあ、まだ私は諦めてないんですけど、公式が今後、YouTube 等で、何かしら配信とか、そういうのを始めた際にいろいろ自分が手伝えるように YouTube の仕組みを知っておきたいっていうのと、動画編集ソフトを使えるようになっておきたいっていうのがあって、動画が上げられる YouTube を登録してもう、動画を上げるようになったっていうね。まあちょっと動機が不純なんですけどねみんなに見てもらいたいとか何か発信したいでやってるわけじゃないので、あくまでも YouTube の仕組みを知りたい、動画編集をして、自分のスキルアップがしたいからっていうので、やってるので、まあ言うてみたら独りよがりな感じなんですけど、まああとはね、ツイキャスよりも YouTube の方がやっぱ知名度も敷居も低いので、そっちにアーカイブ残しておけば見やすいかなっていうのもあるんですよね。まあそういうのも含めてですけど。なんか視聴回数狙いってどうのこうのとか、ここで収益上げてどうのこうのっていうのではなく、まあ収益とかを考えたらもうちょっと頻繁に動画も上げるし、釣りサムネを作ったりとかなんかね、いろいろやるだろうけど、私、そういうの一切興味ないので、ね、まあ、最初の頃と違って、最近はもう動画上げても宣伝しなくなったでしょね、もう自分の動画編集メインだからね、もうそこら辺ね、もうね、なかなかね、わかんないんだよね。年々こう YouTube の規約というか審査が厳しくなってるっていうのもあるし、年々なんか変な業者が湧いて、あなた絶対権利持ってないでしょっていう人が著作権の権利を訴えてきたりしますからね。なんか嫌な世の中になったなとは思うけどね。まあでもそういう、配信に関してはここのツイキャスさんのおかげで定期的に配信ができて、でまあ配信ツールも含めていろいろ自分は現状もわかるし、ありがたいことに、皆さんとね、文字を返してだけどリアルタイムでやり取りすることで、ガルを取り巻く現状の雰囲気もわかるし、皆さんがどういったものを求めてるかもわかるし、なんか距離がね近くなってる部分すごく楽しくなりましたしねまあ YouTube をほぼ放置ですけど
いろいろやることで仕組みもだいぶ分かって、もうね、配信 YouTube やって2年目以降はもう本当にもう公式さんいつでも私手伝いますっていうスタンスでずっと待ってるんですけどね一向に始まらないどころか、もう話題にもならなくなったねやってほしいね。なんかまた5人揃っての配信とかやりたいんだけどな。いや、なかなかにうまくいかないですが、私まだ諦めてません。そのうちもしかしたら、なんかね、またガル全体での配信とか、でそれもすごい評判が良かったりすれば、メンバーも運営側も、もうじゃあちょっと、月1とは言わないまでも、各月、もしくは半年に1回はやってみようかとかってなるかもしれないしね。だからそれを狙ってはいるんですけどね。実際今、定期的に配信をしてるのが、ゆうきさんと私、レア君じゃないですか。で、小野さんで、ファンクラブ会員限定とはいえ、ラジオを定期的にやられてるでしょ。で、小野さんはその個人の方で YouTube チャンネルもあるし、そういうのを考えたら、みんなそれぞれにいろいろ事情が分かってノウハウがあってっていうのがあるわけだから、自分が配信を始めた頃、配信を始める前とかその時期に比べたら随分やりやすくなってるはずだとは思うんですけどね。あとはそれ、個人だから、フットワーク軽くできてるっていうのももちろんあるので、バンドとしてやるときにね、特に、インディーズとかだと関わる人数が少なくなってるから、決断も早かったり手配も早いんでしょうけど、最初にそのプロデューサー等に、ツアーマネに配信の話とか、ガルの新たなそのネット活用について相談したときに、やっぱり問題としていつも出てくるのが、人件費もそうですよね。人どれぐらいいるのか、いくら払うのか、で場所をどうするのか、でそれはいくらかかるのか、で初期投資としての機材等々ですね。でそれをどうするのかな、誰が使うのか、払って使うのか、誰が管理するのかとね。でもし収益化になったとして、その収益を一旦じゃあ誰の口座に移すのか、あなたに口座作るんだったらそれ誰が管理するのかとかね。でそれをいわゆる収益化されるとそれが収入になるわけだから、誰が、いわゆる、収入として税務処理するのか。5人でやるにしても、じゃあ5人のスケジュールを定期的に確保して、場所を確保して、必要最低限のスタッフを確保してでやるってなると大事になるわけですよね。で、そういろいろ考えてると、やっぱりレコード会社運営側からすると、別にそんなに無理してやらなくていいんじゃないかっていう結論になってしまうので、自分としてはね、今ある自分の持ってる機材で使えるものは使ってほしいし、自分ができることは全部やりたいしっていうスタンスで、一人でもスタッフを減らせたり、少しでも機材を減らせたりっていうのを考えてはいるんですけど、言うても自分が持ってるのだって素人レベルの機材だから、公式でやるってなるとそうもいかないわけですよね。そういうものを考えたところで、なかなかゴーサインが出ないっていうのも分かっちゃいるんだけど、でも私はまだ諦めてない。何かしら、何かの形で、ガル、バンドとしての何かしらのそのネット活動っていうのを、始めたいなと思ってますね。なんかね、いろいろ、だって5人でやっぱり喋ってると楽しいので、その楽しい雰囲気をみんなにも見てもらいたいし、そのコメント、画面を通してだけど、みんなにもその5人のくだらない雰囲気
いい年越えたおっさんたちが何やってんだよっていうような雰囲気をみんなにも体感してもらって、会話に参加してもらってみたいなね。なんかいろいろそういうのもやりたいなと思ってるわけですよ。で、私はまあ未だに諦めてはいないですからね。どこかで何かのタイミングで別に自分が主導をしたいとかじゃないんですよ。だからそういう活用方法があってもいいんじゃないかなとは、もう本当に諦め悪いですから、私。でもね、まあ、言うて最初自分だけだったものが、ゆきさんが独自の、ゆきさんのそのアーティスト配信をはじめ、レア君がレア君で、レア君らしい、お酒を飲みながら、飲んだくれ配信をやったりとかね。まあね、小野さんで、ファンの方に向けた、限定的だけども、このラジやったりとかっていうのをやって、それがもう当たり前になってきてるんだから、何かしらね、新しいがあるとしても、新しいのができそうな気はするんですけどね。最初の頃に比べたらハードル下がってんじゃないかなと思うし、普通の、他のバンドさんがやってるような、配信とか、そういう形態にとらわれず、やるらしい何かお届けするものがあってもいいかなとは思うし、なんか、すみません、ありがとうございます。なんかね、物って使いようじゃないですか。だから、ネット回線を利用したものが、ただこうやってトーク配信だったり演奏配信だけじゃなくても、何かしらね、まあ可能であれば、相互で遊べる、関われる何かっていうのもあってもいいかなと思うし、これからの時代、というかもうすでに、ネットって、日常生活の一部なわけじゃないですか。もう多分、切っては切り離せないものになってるから、それを考えるとね、なんかね、使わない手はないと思うんだけどって思ってしまうんですよ、私は。だから諦めたくないんですよね。多分、この先、次世代の若いバンドたちは、今の頭の固い大人たちが想像もしなかった、なんか、ネットの有効活用というか、新しい利用方法っていうのを生み出して、やっていく気はするんですけどね。そういうのを、なんかもう、いや、うちは昭和だからとか、もう、いや、別に今更やらなくていいでしょとかっていうので諦めるんじゃなくてね、ガンガン活用していった方が面白いんじゃないかなとは思ってはいるんですけどね。難しいですね。もう自分にできるのは、なんか、スイーツを食べるぐらいですからね。なかなかね。日本でもツアーの時に見送りができれば、見送りはね、なかなか難しいところでございます。スタッフの人数も限られてるし、時間も結構カツカツなので、海外だと見送りがセットが当たり前で、リハーサルの後、本番前の時間で、VIP チケットを買った方たちが先に入場して、見繰りして、でオープン待ってみたいな感じの流れなんですけど、ガルの場合ですね、リハ後、本番前に見繰りをしてしまうと、リハで温まった体がめっちゃ冷めてしまって、ウォーミングアップが誰もできてない状態で本番を迎えるってなるので、まずバンドからするとちょっと厳しいと。リハ後、リハはね、余裕を持って時間を取ってるとはいえ、何が起こるか分かんないから、早めに終わる時も多いけど、何かあった後、時間カツカツまで結構フルでリハやったりするわけですよね。でその終わった後、バタバタと、見繰りやって本番を迎えるのはきついなっていうのがあるわけですよ。で、じゃあ、ライブ終わった後にしましょうってなると、今度、ライブ終わった後、1時間なり2時間見繰りやって、待ってくれていたお客さんたちは帰れるのっていう話もなるわけですよね。で、あとどうしてもライブ後みんなめちゃめちゃ汗かいてるから、
そこで体冷えて体調崩すのもねっていうのもあるわけですよね。そこに連日とか、その日のうちに移動とかってなると体を休めなきゃいけない、その三レア君が休めないとかっていう問題も出てくる。バンド側としてはそういう問題も出てくるんですよ。実際その中国でミーグリやった時に、バンドの意向でライブ後にしてもらったんですよね。本当は最初の予定だとリハ後に本番前にやる予定だったんですけど、ちょっとウォーミングアップもできない、ちょっと余裕を持った本番を迎えたいっていうのがあってライブ後にしてもらったんですけど、それはそれで今度、会場のいわゆるお客さんのフロアでやってるからっていうのもあってめっちゃ体冷えるわけですよ。それでなんかね体調悪くなってるっていうところもあったので難しいところなんですよね。で、運営側としては、リハ後にやろうが、ライブ後にやろうが、その場所をセッティングするの誰がやるのっていうリハ後、ライブハウスだから別に全席指定とか椅子があるわけじゃないからフロアは空いてますけど、そこに机を置いて椅子並べて、で、ミーグリチケットを買ってくれた方々を誘導するスタッフがいます。カメラで写真を撮ってくれるスタッフがいます。多分3人4人は借り出されるわけですよね。で終わってすぐ綺麗にはけて本番もやるとかね。ライブ後もそうですけど、手際よくお客さんみんなを会場に一旦出てもらって、VIP チケットを買った人だけまた再入場してもらう。でも、狭い箱とかだと待機場所がないから外で待ってもらわなきゃいけないってなると、時期によっては熱中症になるかもしれないし、風邪ひくかもしれないし、機材とかをばらしてる中、スタッフがすごくね、いろいろ、片付けたりしてる中、何人かのスタッフをそのミーグレのために確保しなきゃいけないってなると、それはで大変でじゃないですか。そういうこともあって、なかなか実現に至らない。またやってもいいねとは思っても、配信、公式でやる配信とかと同じですよ。アイデア、要望が出ても、現実を考えると、ちょっと簡単にはじゃあやろうとならないのは、一回やったわけじゃないですか。何年前だろう。あの時はリハーサル後にミーグリやりましたけど、あれをやって思った以上に大変で、思った以上に、経費がかかった。VIP チケットを販売したけれども、思ったよりも、売り上げにつながらなかったっていうのは、運営する側にとっては大事なことですよね。あんだけ苦労して、あんだけ面倒なこと、もういろいろ大変だったのに、こんだけしか上がりがないのってなると、いくらメンバーがまたやろうよってなっても心よく気持ちよく、やりましょうとは言ってくれなくなっちゃうよね。だって大変なのはスタッフさんっていうか運営側だもんそりゃそうだよね。余計な仕事が増えちゃうからさ。椅子用意して片付けて写真撮って誘導していろんなところに配慮しなきゃいけないし、でもツアーで機材のセッティングからバラし搬入搬出全てのスケジュールをミーグリがないいつものツアー通りの手際でやらなきゃいけないってなるとね、それ用のスタッフを雇えるかっていうとそうでもないからね。カツカツでやってるからいつも。じゃあメンバーが自分たちで用意するかっていうと、リハ後にそんなやってる余裕ないし、ライブ後にそんなにやってる体力ないしってことですよね。やりたくてもやれないことが多いんですよ。本当に難しいところですね。結構ね、今回の前回のその中国ツアーの時にやったミーグリも
結構ね、条件をつけてるんですよ。何人になるかはわからないけど、1時間以内で終わるようにしてくれと。できればライブ後にしてほしいっていうのと、1時間以内で終わるようにしてくださいっていうのが、そういう結構ね、めんどくさい条件をつけてるんですよ。上海の公演の時は、あれ900人ぐらい来てたのかな、800人超えてたんだっけな。だから VIP チケットを買った人も多かったわけですよ。多分広州とか深セン広州で80人ぐらいに抑えてくれてたんだけど、北京で100人ぐらいだったのか、100人ちょっと超えたぐらいでもう、上海はもう200人近くいますよと。もうそれは仕方ない、規模が違うから。でも現地のスタッフとか、イベンターコーディネーターさんがすごく頑張ってくれたおかげで、1時間半とか、どんなに多くてもね、2時間超えないようなぐらいでやってくれたりとかっていう風にやっていただいたので、すごく助かりましたけど、そういう風な、人員も避けない、場所も避けないってなってくると、やっぱりいろいろ難しいわけですよね。まあね、ただ、だからってもう今後一切やりませんっていうことではなく、何かしらいい解決方法とか、何かしらとはいえできるでしょっていうことがあれば、積極的に挑戦していきたいし、ミーグリはミーグリでやっぱり、こっちも、やっててすごく楽しいわけだし、直接お客さんからいろいろ反応がもらえるっていうのはね、CD 販売後のサイン会もそうですけど、そういうのってやっぱりね、こっちのモチベーションアップにもつながるわけですよね。なるべくこういうみんなと交流できる場っていうのは積極的にやっていきたいけど、超えなきゃいけないハードルがいろいろあるねっていうね、そこをね、ずる賢く、うまく説得できるような材料が欲しいなとは思ってますね。なかなかね。新宿ブレイズで、ブレイズでもやったんだっけ。オレンジのミグがいらん、ライブで 100% に相対しますが、で、そういう人もいるわけですよ。バンドさんによっては、リップチケットがあった人にリハ公開だったりもあったり、ミート&グリートもやったり、それを求めてる人が多いバンドさんもね、いらっしゃるし、うちらは、やってもいいけど、うちらとしてみたら、第一目的はいいライブっていうのがあるから、ライブに支障がないように、ライブ後に見振りをしてっていう、その一点だけだったりするんですよね。で、次のライブに響かないように早く終わりたい。体冷やさないように、体休めるように時間をちゃんと取ってほしいとかっていう。だからね、そういうもろもろ、何に一番重きを置いてるかっていうのを忘れないで、あくまでライブをしに行ってるわけだから、いいライブをして、会場に来ていただいた皆さんに十分楽しんでもらう。そういうのがもろもろ全てをクリアした上で、できるならミーグリはやりたいねっていう話なんですよね。だからね、難しい話ですよ。どこにねじ込むかもそうだけど、いろんな側面を考えなきゃねっていうね。すみません、ありがとうございます。海外はね、もう OK というか、それがセットになってるんですよね。ある程度当たり前というか。すみません、ありがとうございます。だから中国に限らずヨーロッパもそうですけど、メキシコでもそうでしたしね、アメリカに行った時もそうですけど、海外公演だと見るお客さんがもう見ぐりがあって当たり前みたいな。VIP チケットさえ買えば、サイン書いてもらって写真撮れるぜみたいなのが当たり前っていう感覚なんですよね。でしかも、本番前に会える、それが特権みたいな。ちょっと日本の、風習っていうか、慣習とは違うけども、
海外で見送りがないってなると、多分海外のイベンターさんがブーイングの嵐になっちゃうだろうから、もうこっちが何も言わずとも、当然のように向こうのオファーの中に、オファーっていうかその予定のスケジュールの中に入ってきます。見送りが。うちらができる唯一の抵抗が、ライブ後にしてくださいっていうぐらいですかね。あと1時間以内で終わるようにしてくださいっていう。まあね、海外での当たり前な対応っていうのが違ってくるので、海外だから OK というよりは、海外はそれが当たり前ですってなってしまうので。今後、特にですね、ガルが、入り待ちで待ちを禁止にしてから、本当に来ていただいているファンの皆さんとの交流っていうのが本当になくなってしまったので、できればね、そういう、見送りなり、別の形でもいいから、何かしら交流接点を持ってる場所っていうのがあればいいなとは常には思ってますけど、なかなかね、実現できるような相手がないので、どうしたもんかと思いますけどね。CD 発売とにサイン会、撮影会があれば、それもね、今回、CD 発売、今回というかね、前のアルバムで去年出した時に、ディスクユニオさんが場所提供していただいてっていう賛同してくれましたけど、うちらとしてももうコロナの行動制限もないわけだし、ちょっと待って、忘れないように、また、サイン会はしたいねっていうのは言ってるんですけど、言って実現できるほど簡単ではないから各所に連絡しなきゃいけないしね。そういうことが本当にもうちょっと楽にできたらいいなとは思ってますね。だから CD だけじゃなく DVD 発売の時もインストアイベントとして、一番楽しいっていうか面白いのはインストアイベントでミニライブをやったりとかね、サイン会だったりそういうのをやったりっていうのがやっぱりそういうのがセットになって当たり前になってくると、それはそれで楽しいのになとは思うんですけどね。だからメンバーとしては発売リリースイベントで、5人、華厳の滝に打たれてきてくださいとかって、そういう無茶ぶりをされない限りは基本何でもやりたがるので、特にねファンの皆さんと実際に購入してくれた方と、直で会って話せるっていうのはバンドの士気も高まるし、本当にねやる気もらえるので、そこを反対するメンバー誰一人いないし、やれるならやりましょうよっていうスタンスなんですよね。それだけじゃそれだけじゃ済まない大人の世界っていうのがあるのが難しいってだけなんですけどね。あの時にグリーンなきゃ人生をなくとした可能性高かったので、なんかちょっと大変だったのね。でも何かしらそうやって支えになってるんであればありがたいです。実際自分たちからしてみれば皆さんが支えていただいていることで私たちは無事生きてられるので、逆に本当にいつもありがとうございますなんですけれど、いくら自分たちがなんかいい演奏してる、いい音楽作ってるって言っても誰にも認めてもらえなければ活動できないわけだから、自分たちを好きでいて応援してくれる方がいらっしゃるっていうのはどれだけありがたいことか、そういうのはね常に感じているところですよ。ゆうきさんのキープでチェキやったみたいですね。そうですね。なんかチェキ販売してましたね。ガルでは、だっけな、もうずいぶん前だよ。チェキを販売しようか、試験的にやってみようよっていう話は出たことあるんですよ。でもその時に反対してたのも、ゆうきさんだったりするんですけど、多分江川さんが説得したのかもしれないし、年を取って考え方が変わったのかもしれないし、なんかね、そういう、アクスタもそうだし、
ね、アクリルスタンドとか、磁気販売とか、そういうのを結構ね、嫌がるメンバーはいます、実は。嫌がるっていうか、そんなことしなくていいよっていうなんかね、そこは難しいところですが、ただ、結城さんが、キープリでそういうふうにいろいろ職種を伸ばしてくれてるってことは、もしかしたら今後、ガルでも、チェキは販売しないだろうけど、何かしらあるかもしれないですね。ツーショット撮影会とかね。なんかうちら、先に打ち上げやってるんで、小野さんちょっとツーショット撮影会6時間くらいやっといてくださいみたいな感じでね、やるかもしれない。アンコールの撮影に OK にしてほしいという願望を超えて、なんかね、撮影もね、いろいろあるんですよね。だから結局、これも難しいところで、海外だともうほぼっていうか、撮影するのが当たり前になってて、逆に撮影するなっていうアーティストが叩かれたりする傾向にあって、ただ、とはいえ、やっぱり有名なアーティストの中でも、スマホの画面越しにうちらのライブを見るんじゃねえと。会場に来てるんだからそんなの掲げてないで楽しんでくれよっていう訴えで、撮影禁止を言ってるバンドさんとかアーティストさんはやっぱりいるにはいるんですよね。日本の場合特にもともとそういう撮影文化がないから、あと権利関係の問題もあるしね、ガッチガチな部分があるからなかなか難しいですけど、ただ実際、毎ツアー、動画なり写真を撮ってる人はちらほらいらっしゃるんですよ。残念なことにね外人の方は特にね、外人知的なのは外国人の方とかはね、当然のように撮ってたりもしますし、日本人の方でも、なんか後ろの方でスマホ掲げて撮ってる人いますしね。意外とね、やってる方はね、すぐわかるんですよ。あの人ずっと撮ってんなとかね。やっぱ士気は下がりますよ。それは何しに来てんだよと思ったりはしますけど、でももうね、手元に高性能なカメラがあって、すぐ撮れちゃうからね、それは撮る人もいるよと。そういうのがいると、なんかね、じゃあアンコール、この曲は撮影 OK ですよってしたところで、結局全編上げる人も、ね、ネットに上げる人も出てくるわけでしょ。こっちが決めたルールに従ってくれない人がいる限り、なんかあなたに何か規制を設けるのもあれだし、守らない人がいるせいもあって、そういう撮影が OK にならないっていうのもあるっていう側面もありますよね。なんか、難しいところがあるんですけどね。みんながみんなね、礼儀正しく、ちゃんとこちらの思ったように、ライブを見てくれるわけじゃないからね。だから難しいところです。いろんな人がいますので、いろんな考えがあって、こちらが決めたルールを、平気で破る人、そんなの、ね、今の時代おかしいって、なんか自分なりの理屈こねて反対する人もいますし、難しいところですよ。そういうならじゃあもううちはしませんよってなっちゃったりね。ある意味も違法アップロードもそうですけど、いたちごっこで業者に頼んで、代行で、監視してもらって見つけ次第、管理者権限で、通報して削除してもらってアカウント凍結してもらってとかってやったとしても、次の瞬間には新しいアカウントで同じものが上がってたりするわけだから、いたちごっこなわけですよね。で、どんなにこっちが正論解いたとしても、向こうは向こうでなんかわけのわかんない正論解いてくるわけですよね。本人たちが正論だと思ってるもの、話は通じないから仕方ないしね。だからそうなってくるとも
なんかね、こっちとしては手出しできないし、まあそれで多分そのことが問題でバンドが活動できなくなったりとかしても、その違法なルールをね、破ってる人を守らない人からすれば自覚はないだろうしね。まあもうどうしようもないですよね、そこはね。だからそこで何かしらうまく統率が取れて、何も問題なくできるって判断したら、またいろいろな企画が出てくるんじゃないかなとは思いますよね。ね、アンコールだけでもとか、本編でもこの曲だけは拡散してほしいから撮って OK ですよっていう企画も出てくるかもしれない。でも、それができるのは、やっぱりお互いの信頼関係が成り立ってる、なんか、こういう、バンドさんとそれを支えてくれるファンのみんなでの、そういう環境がないと難しいなとは思うんですよね。結局、こっちは、みんなにまずライブを楽しんでもらいたいっていうのはあるけど、その付加価値として、ね、SNS の拡散力、PR 効果っていうのはもちろんみんな知ってるわけだから、活用できるなら活用したわけですよね。でもそれがこちらの意図しない形で拡散されるのも困るし、まあ、一番ことを難しくしてるのは結局、日本と海外で管理者の立場が違うんですよね。日本っていわゆる管理する側っていうのが、いわゆるアーティスト側のクリエイター側ではないんですよね。レーベル、レコード会社だったりが、ほぼ全ての権利を持ってて、いわゆるクリエイターアーティスト側っていうのは立場が弱かったりするわけですよね。売り上げのほとんどが管理する側に渡ってる。で、そのレコード会社にしても、著作権管理っていうのは自社でやってるわけではなく、著作権を管理する団体が牛耳ってて、そこがほとんどを持ってってるわけですよね。海外の場合って、いわゆるクリエイターアーティストの、いわゆる発信者が一番力を持ってて、発信者がエージェントを雇って交渉をして、で、一番力を持ってるのがやっぱり生み出してる側なんですよ。そこの違いもあるんですね。だから、管理をして、文句が言える立場があるからこそ撮影 OK だったりダメだったりっていうのができるんですよね。バンドとして、実際に、違法かもしれないけど、宣伝にもなってるから目をつぶろうって思えたら、アーティストが思えたらそれはそれでいいけど、うちらみたいに、うちらというか日本のシステムみたいにアーティストが立場弱いと、うちらがどう思うと管理してる、実際にお金をもらってる側が儲けにならないからっていう考えになってしまったら何もできなくなってしまうしね。そこは難しいところですよ。システムがやっぱ違うので。だからね、特に日本の場合、その管理する業界団体っていうのが力を持ちすぎちゃって、何が第一優先なのっていうところあるじゃないですか。スポーツ協会もそうですし、音楽に限らず管理する側がなぜか生み出す側よりも偉そうにしてそういうところからね、いろんな一番考えなきゃいけない生み出す側で、それを支えてくれる側に還元されてないっていうのがね、悲しいところでございます。あらミカルさんがいらっしゃってる。それから生み出すクリエイターたちが作詞した。そうなんですよね。なんだろう。どうしても、管理ができる、賢い大人が一番偉いと思われてしまうのがね。なんだろう。昔はもしかしたらそうだったのかもしれないですよ。作る側は、作ることに長けてるけど、社会に適合してないから、
管理をしてあげないと、お金にもならなかったものを管理をしてあげたことでお金になってるんだよっていうのがあったかもしれないけど、今は見てみたら個人で何でもできる時代だし、その管理する側がいなくても生み出す側は生み出せるわけですよ。でも生み出せる人がいない限りは管理する側は何もできないんですけど、そこら辺でね、随分昔に比べたらクリエイター側、アーティスト側の立場っていうのは上がってきてるとは思うんですけどね。でもまだまだですよ。どうしても、管理をして、中抜きをしている人たちが偉そうにふんぞり返って、自分たちの利益に走るから、アーティストもクリエイターも、それを支えるファンの人も幸せになってないっていうね、難しいところでございます。特にね、ミカルさんみたいに何でもできる方だと、イラストも描ける、デザインをしてる、歌って、で、言ってみたらね、趣味かもしれないけど、それはコスプレとかいろいろやって、いろんな多岐方面で活躍してる方っていうのは、音楽の CD だけじゃなく、言ってみたらコミケでなんか写真とか、そういうのも売ってらっしゃるわけでしょ。デザイナーとして活躍できたりとか、いろんなものを生み出せる人からすると、やっぱりそれをただ自分で管理して発信できる時代じゃなかった時って、搾取されるばっかりだからたまったもんじゃないですよね。才能がある人ほど苦労するっていう感じはしますよね。でも、ここで吠えたところで仕方ないんですけど、っていうかもう気づいたら日付変わってんじゃんかい。はい。もう、なんで、変に喋ってしまいましたね。盗撮だよが語る盗撮事情。私はね、盗撮って言ってますけど、ちゃんと、事前に断り入れてるんですよ。その断りが、実際声に出してなかったり、メンバーには届いてないだけで、私の中ではちゃんとメンバーに、撮りますよ、あげますよ、いいですねって聞いてはいるんですよ。それが聞こえてるかどうかは知らないですよ。実際声に出してないですけどね。私の場合ちゃんと断っているので、そこらの盗撮犯と一緒にはしないでほしいなっていうのがね。ご飯のスイッチを入れてます。入れてるんです。で、私ね、早炊きをやめました。いつも、早くご飯が食べたいから早炊きにしてましたが、前回、赤飯を炊いた時に、周りの方から早炊きはやめた方がいいっていう風に言われて、で赤飯を普通炊きにして炊いたらめっちゃ美味しかったんですよ。でそのまま普通の白米もよしじゃあ早炊きやめようと思ってやったら、やっぱりね早炊きよりも美味しかったんですよ。なのでちょっとね、いつもより10分20分炊き上がり遅くなってるんですが、ちゃんとスイッチは入れております。私の生命線ですので、一日一食の私にとってこれから食べるご飯が、何よりも至福の時でございまして、私今日は何もまだ口にしておりませんので、お腹が空いて仕方ないわけですよ。もう炊きたてのご飯を思う存分食ろうてやろうと。いや本当にはいありがとうございます。もう本当ね、もうそろそろ炊けるはずなんですけど、炊飯器のタイマーが本当にどんどん遅れてってるので、多分15分ぐらいかなには炊けるんじゃないかなと。ただ早炊きやってないから、もしかしたら半近くなるのかな。おかずは今日も考えておりません。とりあえず美味しいご飯を炊ければいいやと思ってるので、ご飯炊けてから、そこらに溜め込んである、非常食から選ぶんじゃないかと思いますが、安心してください。ろくなもんは食べておりません。はい。
私、一応健康には気を使ってるので、毎日野菜ジュース、ビタミン野菜とか、そういうのは必ず飲んでますが、ろくなものは食べておりません。でも大丈夫。健康診断では、いつも大丈夫だから。だから、急にタイプを患うかもしれないけど、健康にすごく気をつけたからといって、長生きできるとは限りませんし、好きなものを好きなだけ食べる。それが一番の健康法だと思っておりますので、はい、長々と言い訳をしましたが白いご飯さえ美味しく食べればいいんですよ。すいません、ありがとうございます。もう終わりですよ。大丈夫ですよ。そう、今回はもう何もしないで乗り切りました。次回の配信ですが、また余裕がありません。ちょっとね、ほんとね、何もネタがないからさ、どうしようね。次の配信。3月の1日の土曜日か8日かな。心を鬼にして本当に木曜日の飲み会の時に写真とか動画いっぱい撮っとけば、今日はね、ネタがあったんだろうけど、多分それをすると再生さんとの仲がすごく悪くなりそうだからさ、やっぱりね、難しいよ。女性メンバーがいるとね、盗撮はできないですよ。やっぱ、なんかね、ガルのメンバーがかっこ悪い姿を晒してても別に、痛くも痒くも私はないんですけど、私映ってないからね。さすがに女性メンバーが気を抜いた顔とか、ね、全世界にさらされるのはかわいそうだなと思うので、ちょっとね、本当だったらもうちょっと飲み会の時の話もしたかったんだけど、なかなかできないのでね、そういった事情があって。次回までにおそらく私は出かけないので、またネタはないと思うんですが、こんな私の配信でもよければですね、またお付き合いください。すいません。明日のりゃくんの配信なり、おそらく来週はゆうきさんも配信するのかなかと思うので、音楽的な内容に関しては、そちらで楽しんでください。はい。炊きたてご飯には塩昆布か明太子か海苔か。いいっすね。塩昆布も明太子も海苔もないんですけどね。私ね、本当に自宅に非常食が何もないときは、焼肉のタレをかけてご飯食べるような人間ですからね。本当にろくなもん食ってないですからね。はい。昔、アメリカにいたときに、すっごい大雪を降ってたとき、もう車出すのが嫌だったから、家にあるもんで済まそうと思って、家にあるもん探したら、パスタと、乾麺のパスタと豆板醤しかなかったんですよ。もう本当に、塩茹でパスタに豆板醤かけて食ってましたからね。聞こえた？ご飯が炊けました。ありがとうございます。もうご飯が炊けたので、もうここには用がねえ。そんなひどいこと言っちゃいけないよ。さあ、ベースの練習公開してください。私が下手なのバレるだろ？ダメですよ、それ。本当に。炊きたいご飯で体を温めてください。もちろん。もう美味しいご飯。それだけが私の人生の楽しみでございますから。あなたにいつか誰かにあなたは私の希望だよって言われたい気持ちが湧いてね。誰かの希望になりたいっていうのは、誰しもが思ってるかもしれない。実際になれたらそれはそれで幸せなことかもしれない。はい。ご飯炊けました。私は幸せな時間を過ごしたいと思います。皆様も、お腹が空いてるときは寝る前にちゃんと美味しいご飯を食べてから、もしくはスイーツを食べてからゆっくり休んでください。では、はい、何もない配信が続いておりましたが、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。ゆっくり休んでください。まだまだ、すみません、もう終わりだから大丈夫ですよ。すみません、ありがとうございます。まだまだね、寒い時期が続いて、ありがとうございます。続いておりますので、体を冷やさないように、健康第一で、はい、ろくなもん食べてなくても私のように健康になれますので、
健康第一で、あとはストレスをためないように楽しい日々を過ごしてください。はい。ではではまた次の機会に、おやすみなさい。